で僕はもう全くのファッキーで発音全くできないとピー入るから Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah.こんばんは、ケンです。今回のダウンタイムケン、やっと来てくれました。今日は東京のフォアリーズンがゲストです。ようこそよろしくお願いします。ボーカルのケニードープです。ステージネームケニードープ。ステージネームケニードープです。ここに出しとけど、ケニードープって。あ、ギターのマーダータクマです。マーダーかタクマです。6年で今このアルバム、6年前の Maps and Maze のこれと一番変わったところってどこですか、バンド的に。作ってる人がなんかメインでまあ自分が一応書いて、ケンゴは歌詞書いて、あと変わったとこっていうとドラムのさっきの奥田さんも歌詞に参加したり、あと新しいギターの森とかかなりギターの今までは全部ワンギターで自分がやってたのを森とかかなり重ねっていうかアレンジしたってところが変わって、はいはいはい。でベースのやつはね何もやってないです。でレコーディングはここアーティックスタジオで行ったと、でレコーディングの時にこうまあ大平さんと多分仲もいいということで、レコーディングってどんな感じでした、このセルフタイトルは。レコーディングはですねまずねケンゴはその時京都に住んでて、はいはい、新幹線で毎回来てたんですよレコーディングにカバンしょってね。すごいそれでやっぱ山ちゃんクリーブの山ちゃん本当同じ年でもうよくね本当昔から知ってて、だから結構厳しくされましたね、ダメ出しというか、タクマのね、いつもねタクマのコーラスのそのくだり行こうか。これいきなりそっから行く。いきなりそっからマジで。自分らのバンドはケンゴとドラムのホカさん、いわゆる帰国子女っていうかですね、まあ英語すごいできるんですよ。で僕はそれでファーぐらいで P 入る。それでR と L の発音オーライとかのライト、はい、この明かりのライトと L のライトとオーライの R のライト、はい、ライトとライト、すごいですね。すごいですね。これすごい。でもなんかいいアドバイスもらったのを思い出してきた。なんかここはなんかお花畑で歌ってるように歌えみたいな感じで言って上向いてお花でその後はスタジアムで歌ってるような、ここはもっとみんなに対して歌ってる気持ちで歌えみたいな感じで、なんかその行ごとに気持ちを切り替えて歌えみたいな感じで言われて、あ、すげえいいアドバイスだなみたいな。でもお花畑はっつって気になるな、ケンゴの中の花畑どんな感じなの。フォアリーズンはもう一つの顔っていうのは皆さんフルタイムでこう働いてる人たちでこうバンドをやっている人たちっていうイメージもあるんですけど、こうもちろん難しいと思うんですよ。そのフルタイム働きながらバンドをやるってことは。でもずっとやられてると思うんですけど、そこにこういや仕事なんてやんないでパンクだけやるよっていうのと、仕事やりながらパンクやるっていう、そのちょっとフィロソフィーというかその哲学みたいなのを教えてもらえればなと思うんですけど、どうですか。どうですか。この顔がすごい物語ってまずすごいちょっとこの顔がズームで顔がすごいこれはやっぱね、自分らのまさにテーマだし、人生のテーマでもあるし、まあ、今回のアルバムのテーマでもあるし、はい、本当になんかやっぱまず自分らもやっぱみんなバンド始めた時って多分学生とかなんか若い時にみんなバンドやって、でそれでまず最初に就職するかそのままフリーターとかしてなんか
まあ、バイトしながらバンドやるかとかっていうまず選択肢があって、まあ、自分らの場合は、まあ、正直ハード化しながら全然食ってけないしもうそんなことも考えてなかったから、まあ、当たり前のように就職して働きながらやってこうってなって、まあ、みんな就職してでそっから今度働きながらもそうだし今度結婚したりとか、まあ、自分らもね結婚してるメンバーもお子さんもう6歳のお子さんいるメンバーもねかなでちゃんいたりとかまあ、あと転勤とかねいろんな、なんだろうその都度そういった些細なことで些細っていうか大きなことなんだけど辞めてっちゃう人もいっぱいいたし多いし自分らだってその都度なんか葛藤があってうわ転勤かってなったりまあやっぱあと働くのってやっぱ大変だし当たり前だけどっていう中で、まあ、自分らの場合は転勤でいうと俺が1年目に福井に転勤になった時もちょうどクリーブとねスプリット出した時だったんそれこそもう終わったみたいに俺思ってで福井行きながらそれこそ金曜夜夜行列車乗ってそっからなんだ東京戻ってからそっからなんか車で福島だとかなんかツアーとかそんな時もあったしでついこの前は健吾が京都いて新幹線で毎回帰ってきてたりもしてたし俺もなんか例えば日曜の夜のライブで What's up 東京で翌朝会社行っておはようございますみたいな結構ななんかねこれ夢の中なのかなんかこれ何なんだろうなってやっぱ今でも思うねそれはたまにね会社で月曜にね What's up 東京なん What's up 東京なん朝礼ですみたいななんかそういうさっきの歌詞の話とかでもあったけどやっぱりそういう同じ境遇の人の気持ちも歌えるっていう部分ではまあそういうメリットっていうとおかしいかもしれないけど、はい、同じような気持ちの人がいっぱいいるんだろうなっていうのはあるかもしれない。多分今これを聞いてたり見てる方でこれから就職下手の人たちだったりバンド大学時代やってたけど今どうなのかなっていう人が多分いると思うんですけどそういう人たちに何かこう多分 For a reason から言ってもらえるとすごく説得力があると思うんですよ。どういうメンタルで仕事に行ってバンドに向き合えばいいのかっていう人たちが多分いると思うんでそういう人たちにどういうアドバイスをあげられますかね。これタクマじゃないこれねこれもタクマがもう見本見せてくれるあそれ言っちゃう言いづらい俺が言ってる時のこの健吾の顔をちょっと注目しててほしいんだけど健吾に当てて音声はタクマさんだよでなんか俺たまたまなんだけど今の仕事でなんかその新入社員のことちょっと、はい、なんかこう新入社員の子と携わる機会っていうのが結構たまたまあってやっぱねこう若い子もやっぱみんなバンドだけに限らず何なんだろうダンスなのかなんかこう、はい、やっぱみんな自分表現したり好きなことがあってでもなんかこの機会にいやなんかもう社会人になったらできなくなっちゃうっていう人すごい多くて、はい、でなんか言うんだけどなんかなんつうのかなもうできないことはないっていうか俺らでもできてちょっとオフだったよちょっと健吾本番中いやめっちゃ参加して寝てた今目開いてますから目開いてますから目これ開いてる開いてるか開いてないのか分かんない健吾マキある書いちゃって目開いてないだろこれじゃあその新入社員に残りもなんかやっぱ表だったら言えないけど絶対自分のそういう居場所っていうのは絶対守っていかなきゃいけないと思うしなんかなんだろうそんなんでやめちゃうんだったらそもそもそんな好きじゃなかったんじゃないと俺は思うしなんかそう七越えてでもなんか続けたいって思うことがあんならなんかそうだね絶対続けれるから、本当にできなくなっちゃうって時はまあ来る可能性ももちろんあるしそれぞれの選択自分のなんつうのかなこうしたいんだっていうふうに思った時にもうそういう判断があるのは全然もちろんしょうがないことだと思うし俺らでももちろんいつできなくなるかっていうのは分かんないけどでもまあちょっと頑張って続けたのが、まあ、俺らの強みなのかなっていうのは本当にね前ブーちゃんってねベース弾いてくれて辞めちゃってブーちゃん抜けるって時にまあいろいろあってこうもうやめようと思ってその時は恥ずかしいけどでなんかタイトルファイトが
2回目の来日来ててで遊び行った時に、まあ、リップサービスだったのかもしんないけど、その時にね俺とホクラさんいて、ケンゴはいなかったのかな、なんでお前らいないんだよみたいに言われて、なんかその時になんか俺またこれ本当もやりたかったな、また一緒にとか思って、なんかたわいもない一言だったんだけど、それでなんかいやこれまたやろうみたいに、なんかきっかけはそんなんなんだけど、ちなみにそのなんでお前らいないんだよつもホクラさんが訳してくれたからいいことなんだシェーンね、シェーン、そうそうそう的に聞いてるわけだ直接は聞いてない。よかったそのガさんそこにいて、危ねえそのおかげ俺はきっかけなくなるところでしたね実は今日ツイッターから質問が来てるんですよ。お便りが初めてやってみたら本当に来てくれてちょっと俺も嬉しいんですけど、すいません、ツイッターハンドル Q コウスケ Q さんが言ってたのが質問です。フォアリーズンの皆さんがバンドを始めるきっかけになった曲やアーティストは誰ですかっていう。みんな好き、みんな多分みんな結構好きなフェイストゥフェイスとかあはー結構みんなすごい好きで、歌詞とかでも結構その引用したりとかであるのはフェイストゥフェイスとか、あとホットウォーターミュージックとかはすごい結構歌詞とかで引用とか知ったかなっていうのでまあバンドとしてはやっぱりその俺らの世代だからやっぱハイスタンダードとかもすごいやっぱ聞いてたし。どうですか？俺もうきっかけっていうとやっぱハイスタンダードの、やっぱビデオ見て中学の時だったけど、もうほんと純粋に今でも一番好きだし、バンドやりたいと思った、なんかもうなんつうのかな、理由はないっていうか、こんなかっこいいと思って、これも結構来た質問っていうか、これはいつも聞いてることなんですけど、今回も聞いてねって言ったのが、その思い出に残っているライブ、自分が行ったライブだったりマーチャンダイス、買った物販で今でも大切に着てたり持っているものがあれば。スマッシングパンプキンズのライブに行って買った T シャツがあって、それはすごいなんかその今でもたまに着てるし、そので違うデザインの欲しいなと思って、その当時のやつ、でその見たらすげえやっぱ高くて、今そのプレミアついてる。何年前の T シャツなんだろう、15年とかもっと前か。だからなんかそれは思い出に残ってる T シャツかなっていう。俺もねやっぱその古く遡ると、やっぱ高校の時にハイスタのライブ行って、でもすごい並んで T シャツ買って嬉しくて、それ T シャツがねなんか2000円でパーカーが3000円だったんですごい安い。それも含めて超パンクでかっこいいなと思って、それが最初もう青春なんだけど、その後ケンゴはねシアトル住んでた時にシアトル行って、チャンピオンってオールドスクールバンドの解散ライブシアトルで、映像残ってるやつですか？そうストレートエッジバンドですよね。そうここもう完全に蹴られてやばいなって。その時にねやっぱ見たライブも超やばくて、もうほんとシアトルのヒーローって感じで、その時にその何日かステイしてた時の最後になんかなんだろう、ローカルショーみたいな感じでノンモアブラック、キッドダイナマイトのやってるやつ、ノンモアブラック、あれレーベルどこなの？ファットなのかな？ファットだ確か。それでねもうお客さんも全然いなかったんだけど、シュックワンズとか出てたのかな。シュックワンズも超かっこいいし、ノンモアブラックのそのライブはねもうほんと忘れられないぐらい、わーかっけーと思って、かっこよかった。っていうかフォアリーズンケン横山さんとライブしてません？一回これそういうの本当に恐縮ですけど、なんか当日ケンさんって本当嬉しくて、多分いろいろあってね、こう演奏が止まっちゃったの、自分らのライブで。本当あってはいけないことっていうかさ、今あんまないんだけど、そういうこと、終わったみたいなのって曲止まっちゃって、そんでなんかじゃあもうちょっとこの曲はやらないで次の曲いきますって言ったら、お客さんもすごいあったかくて、いやもう一回やれよみたいな感じでなって、もう一回その曲、それがリビューハートって曲なんだけど、もう一回やってでまあライブ終わった後にもうじゃあみたいな感じで、南さんとかギターのなんか止まってたけどどうしたのあれっつって、いやちょっといろいろこうもう本当頭真っ白になっちゃってみたいな話した後、でもあれでなんかつかめたじゃんみたいな話されて、うわすげえなんかもう先輩かっこいいと思った後に、ケンさんのじゃあライブ始まるって言った時に、なんかいきなりケンバンドの人じゃとか言って、なんか
なんか間違ったんだよ。なんか間違った、でこれじゃフォアリーズになっちゃうわみたいな感じでじゃあ始めるわとか言って、うわかっこいいでちょっと健吾にちょっとまた質問が来てるんだけども、そうちょっとこれはメールできて、ペンネームりょうたさんから来てる。健吾さんの英語はとても綺麗だなと聞くたび感じるんですがどのように英語を取得したのか知りたいです。というのも僕自身今年6月からバンクーバーに語学留学にするので気になりました。もうクール。ぜひ北海道にもライブをしに来てください。待ってますということで。北海北海道道の人ですよ。北海道です。バンクーバー。行ったことないですね、北海道。どうやって英語をこれはその小学校がアメリカに住んでて、で大学の時にもさっきの話だけどシアトルに行ってたっていうのがあって、でその時にいわゆるルームシェアとかもしてて、外人と一緒に住んでて、でその特に小学校の時とかはいきなり行ったから、今でも覚えてるのが醤油っつってマシュマロ焼いてる時に醤油っつってっつって醤油みたいなI will show you って言われたんだけど、俺醤油みたいな感じになってマシュマロにみたいな。それはなんかすげえ小1とかのそういうレベルの話だったんだけど、なんかすげえなんか今でもなんかなぜか覚えてて、でもルームシェア大学の時とかルームシェアしてた時にはやっぱ思ったんだけど、やっぱりバンクーバー行くんだったらもうハンガーアウトしまくって、はい、いっぱい遊べばね英語が上達するよね。で僕大学の時にシアトル行って、でタクマも遊びに来てくれたんだけど、その時に現地の人とハンガーアウトするのが大事だと思うっていうので、要は最初パンクとかすごい好きなんだと思うんですけど、もちろん友達もいないんだけど、ショーとかも行ったりしてたらだんだん友達もできて、で大学行ってた時にいわゆるベインの T シャツを着てるやつが歩いてて、でなんか「よ」っつってとりあえず話しかけて見てそしたらじゃあお前来週ショーがあるから来いよっつって言ってくれたやつがいて、そこからすげえ仲良くなったやつがいて、でそれが今トラッシュトークのベースをやってスペンサーってでそいつすげえそうだったの。ストップアットナッシング。ストップアットナッシングってカウンティーアワーズっていうバンドやってて、その当時はということで、最後にちょっとお聞きしたいのが今後のフォアリーズンはどういうことをしていくのかちょっと教えていけば。そうっすね、僕はとりあえずダウンタウンタイム with ケンゴっていうのをそろそろ始めようかなお前勝ってんじゃねえか。ちょっと何やってんだよ。でも今後どうすかね。タグマどうすか。健吾それだけで今ねちょっと一回さ考えないとと思ってもう持ちネタで今出したから一生懸命考えたからさそう今後は自分なりになんかやっぱねバンドを頑張って続けてくれなんてさっき言いましたけど、偉そうになんかやっぱでも続けていくの大変な中でもう1枚ではなんとか出したいなと思ってこの前出せて、ほんとちょびっとですけどツアーも行けて、ほんと地方で満員とかじゃなかったですけど、本当あったかい感じでありがたくて、だからなんか行けてない地方になんか本当合間縫ってですけど行けたらなとも思いますし、作品と作品の間が僕らすごい空いちゃったりするんで、次からはなんか一つのアルバムパッケージっていうよりはなんか今の気持ちを反映した曲っていうのをその都度何かしらの方法でなんかねまた山ちゃんに撮ってもらったりしつつなんか出せたらなと思って、じゃないと次何年後になるかさ来年の正月からちょっとこれがすごいのよ。前回やった時はね、もうやりきっちゃってね、はい、CD ができたらやりきっちゃった。もう今回はさらにハードにやったのに、このポジティブもう次の作品のこと考えてタクマのもうねコーラスやってる時のもう顔もすごかったよねお前の顔もすごかった。俺はちゃんとビデオ写真持ってるそれなんかつなげてアップしてる関連動画
証拠資料はねちょっと後で県の方に下のリンクの方にあったこれだけね見てほしいね。イメージダウンはなしよ。これもイメージも何もない。今日フォアリーズンがゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました山田お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。すげえ楽しかった。お前らまだ言ってないこといっぱいあるだろ。